おはようございます。日本側で言えばこんばんはっすね。金曜日の夜9時かな、日本は。いいな、アナキンか。それじゃあちょっと YouTube のライブ配信とか見てる人がね、あんまりいないでしょうね。じゃあ金曜日の朝8時ですからね。13時間時差があるってことは完全に地球の真逆にいるわけですから、ね、地球が丸くて惑星だっていうのをね感じますね。おはようございます。だからちょうど完全に昼夜が真逆に逆転しているところなので一番時差がきついんですよ。5、6時間とかだったら多分誤差じゃないですか。時差っていうか誤差ですよね。半日超えるとさすがに、厳しいですよね。例えば考えてみてください。朝起きようとして朝8時に起きようとして、起きたら夜の8時なんですよ。台無しじゃないですか休日とかそういうのねよくあると思うんですけど、そんだけ違うと思う何もできないですよ。ていうか誤差で一番困る、誤差じゃない時差で一番困るのがキューバから日本に帰ってきた時に日付変更線のせいで2日進んでるんですよ。出発するのが夜中だからっていうのもあると思うんですけれども、出た日にちからカレンダーが2日進むんで、これはね何なんだろうなっていつも思いますけれどもね。浦島太郎じゃないけれども俺の2日間は何だったんだろうです。言ってる意味言えば、移動を楽しむ船旅とかじゃない飛行機って、もう移動って特に何もないじゃないですか。虚無じゃないですか。それがね2日間、人生の中で2日間何もなく終わってしまうと、どうなんですかね。でもその日付変更線の影響のせいで日本からハバナ東京に行くときは、到着するときは同じ日なんです。1日以上30何時間、下手すれば40何時間飛行機に乗ってると思うんですけれども、それでもね到着したら同じ日付、着くのは夜中ですけれども不思議だなと思います。おはようございます。茨城に来た時ありますか？茨城って茨城県ですよ。大阪の茨城じゃなくてですよ。行った時ちょっと分かんないないかもしれないですけれども、あったっけな、多分ないです。何ですか、茨城に何かあるんですか？城の方って茨城ですよね。大阪の方が茨城ですから、濁る方。ないような気がするんだよな。関東地方で多分唯一行った時ない県なんじゃないのかな。
多分東京から100キロぐらい行けばすぐに茨城県に入れると思うんですけども、茨城県に行った時はないのに、キューバには死ぬほど来てるというよくわかんないんですけれども。日本のね、全都道府県制覇とかもね、死ぬまでにやってみたいなと思うんですけれどもね。自分の住んでる国も知らないでね、海外がああだこうだとかね、いうことほどね、滑稽なことはないですからね。よく考えたら四国も上陸した時ないですね。行ってないとこばっかりだね。キューバなんか行かないで日本の国内旅行はな、延々としてみたいな。ねえ、浜北だと車中泊用の車とか用意して、自前のだったら浜吸いながら運転しても怒られなさそうだし、レンタカーだったら怒られるだろうからいいな。温泉巡りしたいな。湯船に浸かる習慣があるのは多分日本人とイタリア人ぐらいだと思うので、海外のホテルの風呂ってシャワーを浴びるためのものなので、お湯ためて入るっていう風な概念で作られてないんですよね、前提。でなかなか入れないし、完全に日本人向けのね、ホテルとかだったら別ですけど、日本人向けのホテルがある国だと。どこだろう、台湾とかタイとかだと思うんですけれども、先進国ですよ。っていうかね、当然水道水がキューバも飲めない国なんですけれども、飲んでもいいと思いますけれども、絶対腹壊すと臭いんですよね、水タンクが古いのか排水管が古いのか、そもそも水が臭いのかよくわからんですけれども、だからね、あれをためてお風呂に入る気にもなれないし、シャワー浴びててもくせえなっていうふうに思う。多分地下水汲み上げてるんだと思いますけど、川きれいにする浄水処理場とか多分ないと思うんで、キューバの水はね、硬いんですよね。キューバで取れるミネラルウォーターボトル詰めで売ってるやつもそうなんですけれども、カチカチなんですよね。冷やさないととても飲めないぐらいまずい。火山でねできてる島なんでね、多分世界分とかなり多いんだと思うんですけれども、ヨーロッパの水とかはね、世界分多いから、エビアンとか硬いじゃないですか。エビアンより硬いんじゃないのかな、キューバのミネラルウォーター。500ミリのボトルお土産で持ち帰って常温で飲んでもらったら硬い、まずいというふうな大変ご好評いただきました。やっぱりね、ご飯の美味しい国は水が美味しいのが大前提なので、水が美味しくない国はね、ご飯美味しくないですよね。日本は山がたくさんあってね、木もたくさんあるので、川がねたくさんあるので、水が美味しい。水が美味しいので当然ご飯も美味しいということですからね。
水が美味しいと原材料がね、作物が美味しく実るので、多分味付けとかがシンプルでそのまま食べられるんでしょう。フランスはね、まあ、今のフランス料理と昔のフランス料理は違うと思いますけど、そもそものフランス料理は傷んだ食材をなんとか食べるためにね、ソースとか基本ソースの味ですからね、ソースの技術が発達したっていう料理だと思うので、そうですね、フランスは作物が運ぶまでパリは遠いし、山はないし、川はないし、海も遠いし。また気がついたら日本万歳の話しちゃってるんですけれども、まあね、海外にいればね、それだけね、日本に帰りたいっていう風になるんで、どうしても日本のことをね、話してしまうんです。茨城県も行ったことないですけど、滋賀県は行った時ある。一回滋賀県で滋賀っていう一発ネタをやろうかと思ったんですけど、わざわざそんなことを言いに琵琶湖のほとりまで行くのもめんどくせえなと思って実現してないです。誰か滋賀県在住の相撲家の方やっていただければと思います。日本の葉巻の中心地滋賀県と。葉巻はね、一応日本では葉巻っていうのは法律用語では葉巻タバコっていうふうに言うんですよね。でいわゆるタバコは紙巻きタバコなんですけれども、日本の良くて悪いところは一番シェアが大きいとか利用頻度が高いものが、そのジャンルの名前を統一してしまう時があるんですね、代表として。例えばタバコっていう言葉はヨーロッパポルトガルから入ってきたタバコの葉っぱを加工して作る嗜好品全般をタバコって言うんですね。で世界中でもタバコは通じるので、そうです。タバコの葉っぱを加工した嗜好品、要はパイプタバコであろうが紙巻きタバコであろうが葉巻タバコであろうが何でも、だからお店の看板にタバコって海外で書いてあるんですよ。タバコっていう包括的なものの中に、シガレット、パイプシガレットとかいろいろあるわけなんですけど、日本の場合紙巻きタバコをタバコっていう風に言うんです。言っちゃうのが正しいかもしれないですけど、これね、よしあしなんですよね。ステープラーをホチキスっていう風に言ったり、ウォークマンをウォークマンって言ったり、ウォークマン以外ないからウォークマンになっちゃうのかもしれないですけれども、タバコ嗜好品全般をタバコって言うんですけれども、日本だけは紙巻きタバコを指してタバコっていう風に言っちゃうので、それと似たような怪現象は結構起きるんですよね。例えば日本でいう葉巻タバコは、シガーに当たるんですけれども、日本もシガーと名前のつくシガーじゃないのがたくさんあるんですよね。例えば法律的に葉巻タバコっていう風なものがあって、日本で葉巻タバコの要件を満たせば葉巻タバコになるんです。で紙巻きタバコと葉巻タバコを比べると葉巻タバコの方が若干税率が安いので、
例えば紙巻きタバコ、見た目は紙巻きタバコだけれども、紙の中に葉っぱを溶かしたり溶かし込んだりして、葉巻タバコの要件を満たすことにして、葉巻タバコの税制で売る紙巻きタバコが早口言葉みたいで分かりにくいんですけれども、例えばキャメルとかそうですよね。若干安いじゃないですか。ああいう風なものは葉巻タバコの要件を満たしている見た目紙巻きタバコなんですよね。なのでそういう風な感じでビールに対しての発泡酒みたいな感じで、新しい電車のものをどんどん作っちゃうっていうのが、ね、多いんですよね、日本は。ミニシガーとかシガリロとかドライシガーとか、これを海外の尺度に当てはめると、シガーとそれ以外そもそも名前ついてないみたいな感じのね、ものの区別の付け方しかされてなかったりするんですよ。だから逆に元祖であるシガーを他のエセシガーと区別するためにプレミアムシガーでさらに別の名前をねつける羽目になってしまう。なんかめんどくさいですね。だからね、シガリロをね、葉巻っていう風に言う人も結構いるんですけれども、厳密に、日本の例えば葉巻タバコみたいなその法律での枠組みを考えないで、葉巻の世界の、共通事項の捉え方でいうと、シガリロは葉巻ではないんです。こういったプレミアムシガーを満たす条件はたくさんあるんですけれども、その中の一つで構造ですね。外側がラッパーで、その内側が形を作るバインダー、中に充填されているのがピラー、味を決める葉っぱですね。というふうな構造になってるんですけれども、シガリロはそういう構造になってないんです。で、機械巻きで作られてますので、プレミアムシガーをシガーだと考えた場合、シガリロはシガーではないということですね。あ、モヒートだ。あいついたんだ。入り口で入るのを伺ってるのあいつ。なんか何年か前のヤフーニュース見て、お笑い芸人の誰だっけ、粗品どっちだったっけ忘れたけれどもが葉巻を1日に何十本も吸うみたいな感じの見出しの記事があって、すげえな、そんなに吸うんだと思ったら、蓋開けたらシガリロだったというね。のぼせらが下落ちしがりをね、葉巻と思い込んでね、何十本も吸ってると言っちゃうのはね、さすがにやばいなと。まあお笑い芸人でね、葉巻する人も結構いますからね。多分松本人志の影響だと思いますけれども、前BS のテレビ番組に出た時にバカリズムさんに葉巻してもらいましたけれども、葉巻するの初めてですよというふうに言ってましたけれども、多分ね、吸った時ありますね。本当に葉巻を初めて吸う人だったら吸い方見てれば分かるので、ね、まっちゃんと仲多分いいだろうから、そこでね、こう集まった時とかにね、吸ってみなよとかに言って吸ったんじゃないかなっていうふうに俺は思うんですけど、まあテレビですからっていう
酒はね、スポンサーとしての主流メーカーの力は強いから番組内に出すのは問題ないんですけれども、タバコはね、タバコメーカー自体が互いに協定を組んでて、広告宣伝をねできるだけしないようにしてますからね。タバコ協会でも売らないためにこういう風な取り組みをしましたみたいな報告会とかやったりするんで、まあ喫煙全般はね目の敵にされますからね、本当。ただ目の敵にされてるのは紙巻きタバコなんですよね。葉巻っていうと多分紙巻きタバコを叩いてる人も葉巻自体が多分わからないので、どうしたらいいのかわかんないみたいな感じだと思うんですよ。まあ今は喫煙目的店とか禁煙店のどっちかしかないっていうような感じの分け方になってるので、分煙って以外にはなくなったので、不幸な事故がね、衝突事故が起こることもなくなったからいいんじゃないかなと思います。喫煙目的店は読んで字のごとく喫煙を目的とするお店なので、吸わない人が来て煙とか言ったら何しにしてんのお前バカかっていうようなことになりますから。でもたまに食べログとかで見たりするとレビューでね、タバコ臭く買ったのが星一つですみたいな。でも見るとそのお店が喫煙目的店だったりするのですごいなレビューってまあこんなもんなんだろう。何の話でした？なんか茨城県の話からなんかすごい飛んだような気がするんですけど、大都市圏はねやっぱり人が多いからシガーバーとか葉巻を看板にしてるお店とかもね結構あって目につきますけれども、葉巻は趣味として楽しまれるものなので、人口あたり何パーセントユーザーがいるっていう風なものなんですよね。ですから、どんな街でも、葉巻売ってるお店もあるし、吸ってるお店も必ずあるし、知ってる人もいるんですよね。もう地方とかだと普通にもう別に喫煙目的店とか出してなくて普通のお店でも吸えちゃったり、あるいはもう自宅で吸っちゃう人とかもね気軽に持ち家の人多いでしょうから多かったりするので、単に目に見えないだけで何パーセントっていうのは必ずいると思います。ケンケンさんですよね。おはようございます。もう春だな。なんかね、季節的にそうかもしれないですけども、日が暮れるとね、風が強くなってね、幅がね、めっちゃビュービューうるさくて、窓閉めてても風の音がすごい強くて、寝れんのですよ。海に近いっていうのもあるかもしれないですけど、このメディアハバナ、そこの中にはこういったところがプールですけど、その向こう側はもう海なので、カリブ海なので、うるさいんだよな。かといって街中だと人が多くて夜中でもうろうろして大声で騒いでる人がいるからまたうるさいし、静寂がない国ですね。ラティーノの国はみんなそうかもしれないですけど、今キューバではね、
電動バイクとかあと電動自転車がめちゃめちゃ増えてますね。日本でよく走ってる電動アシストサイクルじゃなくて、日本でも時々公道走ってるじゃないですか。違法だと思いますけれども、フル電動自転車です。あれがねビュンビュン飛ばしてます。まあガソリンはね万年キューバは不足してますけれども、電気もね火力発電だと思うんだけどな、キューバ。前港の石油貯めるターミナル基地に雷が落ちて火災が起きて大爆発して、それもまだ治ってないので弱り目にたたり目ですね、キューバ。燃料をね節約にはね政府がね舵を取って国民全員にねやらせてるので、ヒッチハイクはね国が推奨してますし、街中タクシーで走ってるとみんな腕上げて親指立てて、ね、車止まってくれっていうふうにやってる人がたくさんいるんですけど、それは政府の推奨できるだけ乗せてあげる。あと一般のご家庭には必ず圧力鍋があるそうです。圧力鍋で、燃料を節約してね、早くご飯とか煮物とかが炊き上がるようにしてる。日本にキューバで著名なトルセドールのレオナルド・ゴンザレスが来てるみたいですが、彼はキューバではどれぐらい有名なのでしょうか。レイナルド・ゴンザレスですね。似たような感じの名前なんですけども、レイナルドはね今キューバに住んでないですよ。確かね2年ぐらい前にメキシコに亡命したはずです。でメキシコのカンクンあたりだと思うんですけども、シガーショップに雇われて、そこでトルセドールに行ってお土産用の葉巻巻いてる、つまりハウスロールですね、巻いてると思うんですけど、キューバ政府はねキューバで取れるタバコの葉っぱの状態で海外に持ってくるのを禁じてるので、だからメキシコでノンキューバンの葉っぱ、メキシカンタバコはあんま聞いたわけないので、ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスのねノンキューバンの葉っぱを使ってノンキューバンのハウスロールを巻いてると思うんですけど、いやキューバでは昔有名だったけど、今もうキューバ在住ではないメキシコ在住のキューバ亡命者なんで、じゃあメキシコから日本に来てるんじゃないですか。ただね彼はトルセドールですけれども、日本では資格を持ってない、そう初耳かもしれないですけど、日本では資格を持ってないところが勝手にタバコ製品をタバコ原材料から作るの違法になるので、それをね例えばトルセドールを日本に呼んでタバコの葉っぱの原材料から葉巻を作って入って売るのは犯罪ですよ。買わないようにしましょう。やってるところがあったら通報しましょう。トルセドール、キューバからね亡命した人とかね結構いるので、キューバから、別の国、アメリカとかメキシコとかに行って、そこから自分の国に呼ぶっていうのは呼びやすいので、それがもうまだキューバで有名な人なんだよみたいな体で連れてきて騙すやつはねたくさんいますね、世界中に。あたかもキューバからキューバで有名なトルセドールとして紹介されてました。違いますその前にもハムレットっていう、昔パルタガスの工場とかで、偉かった人、
ショップのマネージャーでもありトルセドールだった人なんですけど、その人をアメリカに亡命して、今ロッキーパテルっていうノンキューバンのメーカーで、ハムレットっていう名前つけたねノンキューバンのシールを売ってたりしますから。葉巻ってやっぱり知らない人とかが結構いるので、なんかね声のでかいやつがねこうだって言ったらみんなねそのままね素直だから信じ込んじゃうんですけれども、大体ね嘘です、デマです。で嘘ついてデマ広げるようなタイプの人はね結局自分を高めたり自分の利益のために言うわけなので、本当かなっていうふうにね根拠とかエビデンスがないとね疑ってかかった方がいいと思います。レイナルドもね、多分ね、キューバからメキシコに亡命する前に一回逮捕されてるんですよね。ここら辺は伝聞ですけれども、逮捕されたのは確実で、その間中彼が店主だったお店もねクローズしてました。でハウスルールってキューバから持ち出して例えば日本に持ち込むと50本っていう限度なんですね。でキューバからも持ち出すときは50本が限界です。なぜかこれ同じなんですけれども、50本以上持ち出そうとしたやつがいてキューバの空港で、それで御用になって、でそれで詰められてどこで買ったかっていうのを泣き入れて白状しちゃってるらしいんですよね。でレイナルドが作った、そこから買ったっていうふうなことでレイナルドがお縄になっちゃった。それでしばらく収監されてたらしいんですけど、それでキューバからにね居づらくなってね亡命とかはねそれが理由の一つなのかなと思うんですけど、誰ですかねそんなにね大量にね持ち出して泣き入れてバラしちゃったやつ。こんばんはです。動画でもあとネットでも、ね、Twitter とか SNS でも何度も言ってますけれども、ハウスロールっていうのは基本的にシガーショップ付きのトルセドールが巻いてお土産でもう1本5ドルとか6ドルとかで売ったりとか、あるいはタダで配ったりするようなものなので、例えばキューバではタバコ農園、タバコの葉っぱを作ってる農場は全て政府の傘下にあるんですね。政府の下の組織のさらに下の下の組織みたいな感じなんですけど、そこが葉っぱを全部買い上げて工場で葉巻を作って、ハバノスがこういうふうなリング付きの、各ブランドのシガーを作って箱詰めして売るわけなんですよね。ただこの材料としてハバノスにできないっていう品質のものはショップとかに払い下げたりするんですよね。そういうふうなものを使ってハウスロールを巻くので、ハバノスは原材料がレシピがあって、これを何パー、これを何パー、これを何パーっていうふうに作られてるんですけど、ハウスロールの原材料はそういうふうな区分がなくて、あさってきたので、もうその場でライブ的に巻くしかないんですよね。だからハバノスに比べれば全然味もバラバラだし、質もかなり落ちます。それは吸えば分かるんですけれども、だから葉巻をそんなに吸い付けない人とかは葉巻の味だ、これがキューバの味だっていう風な感じでありがたがっちゃうっていうのがあると思います。確かにハウスロールってのはキューバでしか、キューバのハウスロールはキューバでしか手に入らないものですけれども、希少だから貴重っていう風なわけでもないんですよね。言ってみれば完成品にできなかった半製品、番外品とかをまとめている割れせんべいみたいな感じですかね。そういうものなので、だから同じビトラでも
例えばパルタガスの 3D ナンバー4はロブストですけれども、キューバのハウスロールの同じサイズのロブストだったら D4 の半分以下の値段です。絶対にキューバで販売されてるのは。そのハバノスと同じビトラサイズのシガよりも高くなるっていうのは、原理的にもう絶対ありえないですし、で実際、現実的にショップで売ってる値段とか見ても当然それより安いですからありえない話です。シガーショップ好きのトルセドールとかね、でもそれを売ってね、お小遣いとかを稼いでね、生活をね、当てにしてるわけなので、彼らに罪はないです。彼らを自分の嘘のために使うような奴らが悪い。基本的にキューバ人はね、朴突の人が多いですからね。人が増えてきた。キューバ人寝るの早いけど朝早い人が多いからな。財務省に登録されているわけのわからないハウスロールが幅の数千銀以上のとんでもない高値で設計されているのはある意味詐欺なんですね。まあそう取られても仕方がないんじゃないですかね。だって実際の相場以上の能力をつけてるわけですから、まあ、買う人も買う人だと思いますけれどもね。でもまあ一番悪いのは売る人ですね。これはこの価値があるんだというふうな感じで言ってもね、客観的にね、大元作ってる国でね、そんな、ね、値段ではないわけで、まあ情報弱者商売、情弱商売じゃないですか。なんだろう、アメリカとかでよくね、ディスカバリーチャンネルとかでありますけど、ガラクタにめちゃめちゃものすごい値段つけて、ね、売れないかなみたいな感じで売ってる人とかもいますけど、中には買う人もいますから、すごい物好きだと思うんですけど、それとね似たような商売でしょ。まあ物には適正価値っていう風なものがあるので、ね、俺のフォロワーさんとかこの動画を見てる人とかはね、そういうのには騙されたりはしないでしょ。そんな方いないと思う。各ショップでね、昨日の動画でも多分言ったと思いますけど、葉巻の供給元が違うので、ハウスロードの原材料の供給元も違うんですけど、うちのはね、他の店と違うよとかね、ショップのトルセドールが言ってもね、原理原則から言ってね、カバノスになれなかった原材料どこでも使ってるんで、どんぐりの背比べですよね。キューバなんで、
全ての農場、全ての土地は国の管轄下にあるので、タバコの農場は全部国の管轄下なので、特別なのを作ろうとしたら自分でタバコ畑を作って自分でこっそり栽培して自分でねそれを収穫して熟成させて原材料を作るなんて不可能ですからね。政府のコントロールを受けてないタバコの畑ないんじゃないのかな。タバコの畑もね等級が決まっててワインのブドウ畑みたいな感じでねブエルタ・アバホ、ブエルタ・アリバ、ハルディドみたいな感じで、ランク分けがされてるんですけれどハバノスプレミアムシガーは基本的に一番上のブエルタ・アバホで、ちょっと格の落ちる2級タバコ2級葉巻とかですね。例えばこのホセピエドラなんかは、ブエルタ・アバホじゃないですね。ここにねこの9リングですけれどもここにブエルタ・アリバって書いてあるんですよね。これはブエルタ・アバホよりも等級の落ちる畑2級畑がブエルタ・アリバなんですね。でそこの栽培されたタバコの葉っぱを使って作られている。葉巻ハバノスのパッケージって、スペイン語でねつらつら書かれてたりするんですけども、それもね結構いろいろ手がかりになるのが書かれてるので、ちゃんと読むと、ね、面白いんですよ。もうなんか今日はちゃんと葉巻の話したような気がする。聞かれないと答えないので、いちいちね聞かれてもないので言うなんてアホみたいですから、俺はこうなんだぜみたいな感じで言わないので、だから、ね、聞かれると逆に助かることがあるんです。そんな感じの花金のね日本の皆さん、それではおやすみなさい。